になっていて、最終糸切りをこう切る時に手がこんな風にバイアステープになって、こんにちは、服工房の小村です。今回は服工房という洋裁教室で使っている洋裁道具の説明をしていこうと思います。だいたいこういう可動式のトレーと、あと可動式の引き出しがあるんですけど、そこに生徒さんが使いやすいように分別をして収納するようにしています。上の段には小バサミなどを入れています。どんな小バサミをちょっと使っているかというと、これは握りばさみです。これも握りばさみで、あとこれも先が使いやすいハサミになってます。とこれはこう先がカーブになっていて、最終糸切りをする時にこう根元をちょんと切りやすい形になってます。あとこれはハサミではないですが歯間っていうんですけど、ここの部分をギュッてするとロックになるので、奥のもの、手の届かない奥のもの、例えばゴムを入れる時にゴムがちょっと奥に行ってしまったような時にグッと突っ込んでこうピュッと出したりとか、ロックがかかるので手の届かないところに手が届くっていう部分でとても便利に使っています。次のトレーの中は見たことあるものも多いと思うんですけど、これとこれは目打ちです。これは先が鋭利に尖っているもので、これは先が丸い目打ちになっています。あと角を出したり、ちょっとこれはヘラの代わりにも使えるヘラになります。あと、リッパーと、これはスライドゲージ T っていうものなんですけど、よく私も動画で使っているんですが、裾を折ったり印をつけたり、ボタンの位置の確認をしたりする時にこれを使うととても便利です。どんな風に使うかというと、例えば2センチで折りたい時なんかはこう裾から4センチに印をつけて置いて、布端をこの印に合わせると2センチで折れるっていう、こういう印をつける時に主にこのスライドゲージ T っていうのは使っています。あとこれコロコロオープナーっていうものなんですけど、本当はアイロンを使った方がよりいいんですけど、仮に折る時なんかにとか、縫い代を割ったりする時に、こんな風に布に跡がつく、ちゃんとはつかないのでアイロンがいいんですけど、ものによってはこれだけでも結構しっかりと縫い目が割れたり折り目がついたりするものもあるので、こういうのも便利で使っています。次にチャコで使っているものを紹介します。主に使っているのはこの3つになります。これはフリクションペンなんですけど、アイロンで消えるので、こう書いたとしてもアイロンかけると消えます。
ものによってはちょっと跡が残ったりするものもあるので、ちょっと試しをしてから使う方がいいんですけど、これも便利でよく使っています。あとこれは粉茶粉、なんか三角でよくなんだろうっていう感じはするんですけど、ここをこの中に、チョークの粉のような茶粉の粉が入ってまして、こうやってちょっとこの水色に水色でよくわからないんですけど、こう滑らせるとここから粉が出て印がつくという風になります。これは割とすぐトントンとすると割とすぐに取れやすいので、すぐ取りたい時とかはこういうものを使ったりします。あと茶粉ペンシル、これは普通のシャープペンシルの 0.9 なんですけど、こういう茶粉の、0.9 の芯が洋裁道具屋さんに売れているので、これをこの中に入れています。これは白い茶粉が入ってるんですけど、ちょっとこのものには分かりにくいですが、こう黒っぽいものに印をつけたりする時にはこれがとてもよく分かるように、ちょっとこれはゴムなんですけど、黒っぽいものに描く時にはとてもよく分かります。それとあとこれもよく使っていました。これは、白のアイロンで消える茶粉ペンになります。さっと描くと全然わからないんですけど、時間が経つとちょっとずつ浮き出てくるようになっていて、これはアイロンでアイロンで消すこともできます。だいたい茶粉はこの辺りのものでやってます。次によいしょ、これはボビンなんですけど、ボビンケースちょっとなんだか見たことあるようなと思われた方もおられると思うんですが、これは水道につけるホースを使っています。何年前でしょう、30年ぐらい前に、縫製工場で、働いていたことが夜間の学校に通っていた時に昼縫製工場で働いていたので、そこの縫製工場さんの時からずっとこのやり方をやっています。ホース真ん中チョキ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 と切って、そこにこのボビンを入れていってます。でこれで入れるだけだと60番なのか80番の糸なのかとかちょっと分かりにくいので、こういうふうにこれには日東とか60番とか30番とか分かるように書いて、そこに収納するようにしています。あとは、折れた針は折れ針入れっていうのを作ってまして、この中に折れた針を入れるようにして、12月8日または2月の8日の針供養の時にこれを代表のものだけを豆腐とかおやきとかに刺して供養をして、これ丸々ちょっと処分をするっていう風にしています。あとピンクッションですが、主に使っているのはフェルトで自分で作ったピンクッションなんですけど、好きなちょっとアップリケみたいなものをつけてフェルトで作ってます。裏にはこういうふうに革をつけておくと、
こう手首につけた時に針がこう刺さらないので、これも、パターンナーの仕事をしていた時からずっと代々作り続けているピンクッションです。あとこれは最近気に入って YouTube 動画でも使っているんですけども、お友達が作っているピンクッションです。気に入ったピンクッションに裏にこういうふうに革をつけておいてゴムをつけると使いやすいピンクッションになるので、こういうふうに手作りをしてもいいと思います。あとミシンの横で結構役に立つ、これは磁石になっていて、使った針をこうやって引っつけることができるので、これも結構重宝して使っています。次にシャーペンシル。シャーペンシルはペンテルのグラフレットだったと思うんですけど、これもパターンナーの仕事をしてる、何年前、30年ぐらい前からずっとこの方はロングランで廃れず今でも販売しているものなんですけど、いろんなものを使ったんですが、このシャーペンシルが一番使いやすくて、いろんな芯の太さを持ってます。 0.3、0.5、0.7、0.9、結構これは生徒さんにも勧めているので、皆さんがこれを持っておられて、忘れて帰ったり、私が生徒さんのもう手に持ったまんまずっと持ってて返し忘れたりっていうことがよくあるとてもおすすめのシャーペンシルです。製図用なんですけど、そんなに値段も高くなくてとてもおすすめのペンシルになってます。あとは物差し、主にはこの3つ、あと竹の物差し、これを使って製図をしています。この物差しもパターンナをしてた時から使ってる物差しで、他の物差しもいろいろ使ったんですが、やっぱりこれが昔から馴染みもあるっていうのもあるんですけど、使いやすくてこれを使ってます。これは、袖山さんという会社で取り扱っていて、そこでいつも購入をしています。次にルレット。これはギザギザしたルレットと、ギザギザしていないルレット、あと丸い何もないルレットを使っています。とこれは穴を開けるものと、あとボタンのみちょっと似たものを出してみたんですが、こういうものを使っています。ルレットも何本もあって、洋裁教室なので生徒さんたくさんおられるので何本か揃えています。次にちょっと丸いもの、メジャーも、これは手巻きの、これは中学校の時に、洋裁道具に入っていたメジャーなんですけど、こういうシュッとやると入ってしまうものって時々壊れたりするんですけど、この手で回すメジャーはもう何年前でしょう、小学校の時に洋裁道具に入っていたので、35年40年ぐらい前から壊れずにずっと使えています。あとちょっとこれメジャーじゃないんですけど、 IC テープの1ミリ幅、これは、芯
シーチングで洋服を組み立てたりする時に襟の形を見たりとかするのにとても便利です。こうテープ状になっていて貼ったり剥がしたりできるんですけど、こう襟の周りをこんな形にしようとかってこう貼るといいなっていう感じで、これはとても便利で使っています。あと針の管理はこの針手帳を使ってやっています。これは、お友達の手作りのものなんですけども、こっちはミシン針、だいたいこうニット用とかちょっとここに書いていて9、11、14使い終わったらここに刺すようにして、こういうふうに、ミシン針の管理はしています。あと縫い針はこれもちょっと別の針手帳の中に入れています。ここに使いやすいように、好きな針を入れてます。あとちょっと、ロック糸処理したりとかするような太い針はここに入れています。その他はのりとか消しゴムとかシャーペンの芯とか紙切りばさみ、カッター、いろいろなペン類などもここに、一番目に収納しています。そのトレイはどこで買ったものですか？このトレイは IKEA で買ったものです。こういろんな色があって、かわいいデザインなのでとても使いやすいです。これ磁石がつくようになっているので、ここには、洋裁で使えるクリップをこの中に入れて、こう蓋をしてここにカチャッとつけるようにしています。下の段にはピンクッション、何個かあるピンクッションと、あとハサミ類入れています。ハサミは何丁かあるんですけど、こう一番私の気に入ってるのはこのアポロ型アキラ作という、ハサミが一番気に入っています。これももう30年ぐらい使っています。年に1回ぐらいはハサミ研ぎに出して大切に使っています。あと、これは小三郎のハサミになります。専門学校の時に買ったもので、これももう30年ぐらい使ってるハサミになります。これは、教室を始めた時に買っている、限定の作というハサミになります。これは最近買ってるんですけども、貝印さんの、7230という品番のものになります。とても軽くてこれも使いやすいです。大体この4つで、これが、2本ずつとかあって、生徒さんみんなに使ってもらえるように揃えています。その巻いたのはこの巻いたものはこう切る時に手が厚いものを切ったり切る枚数が多い時なんかはちょっとここの手にタコができたり手が痛くなったりするので、こういうふうにちょっと巻いています。何が巻いてある？布が巻いてあります。どんなふうにでも適当に細く切った布をくる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 っと巻いて、時々こういうふうにピョンと出るようなものを糸で留めていくと良いです。柔らかいと手が痛くならないので、こういうふうにしとくと使いやすいです。あとハサミ入れの中にはこれはロールカッター、あと
と金槌、ちょっとどこかへ行ってしまった。あと金槌とファスナーの、金具の取り外しとかで使う、ラジオペンチが入っています。これおなじみなんですけど、45ミリのものと28ミリのものがあります。意外とこの使っていると28ミリのものが小回りが効いて、最近は使いやすいかなと思っています。ただちょっと洋裁教室ではこう切っていくと手が切れたりとかする可能性が高いので、洋裁教室ではあまり勧めて使ってもらってはいないです。ちょっと頑張って切りにくいところだけは下にマットを敷いてこれで使ったりはしてるんですけど、ちょっと安全面を考えてなるべく裁断バサミを勧めて使ってもらうようにしています。あとちょっと気に入って使っているのがこのシザー専用オイルなんですけど、月に1回ぐらいこれで、ハサミを拭いてあげると錆防止にもなってちょっと切れ味も良くなります。次にこの引き出し付きの、小物入れも、洋裁道具がいろいろと入っています。一応ここに入っているものを書いているんですけど、ここはループ返しとか紐通しとかを入れています。これがループ返し、これは、ループを返したりとか、あと、ロック糸の端を引っ掛けて返したりするのにとても便利に使っています。あと紐通し、主に使っているのはこれを使っています。細い紐だと紐というかゴムとか紐はだいたいこれを使っていて、平ゴムになったらこの3つを使っています。これ、ドイツのプリム社っていうところのものなんですけど、とても使いやすくて、これ一応18ミリまでの対応と書いてあるんですが、私はこの18ミリの大きいのに無理やり3センチのものもグッと入れて使ってます。これとても強力で、だいたい途中でスポッと抜けてしまったりして、って一周回るまでに抜けてしまって悲しい思いをすることがあるんですけど、これ1回通してもう1回ここに通して入れると、もう絶対に2回通すグちょっときついんですけど無理やり通してます。2回通すともう絶対に取れないのでこれで通してます。ただ最後出てきた時にここ取るのも結構大変なので、ちょっと長めに設定をしておいて、ここで切って使っています。途中で、ねじ入れたりもないですし、途中で外れたりもないので、これはとても重宝して使っているゴム通し、紐通しです。あと一番上にはパイピングテープメーカー、いろんな種類のものが入っています。これは使われたことがあるかないか、どうやって使うかというと、バイアステープなんかを自分でこれを使えば手作りができます。ここに18とか12とか25って書いてあるんですけど、
その幅のものができるので、この例えば18だったら18の倍のものをバイアスで作ります。18の倍36ですよね。これをこの間にシュッシュ、ここちょっと斜めだと入りやすいです。通して目打ちでこの穴からシュッシュッシュッって出すとバイアステープになって出てきます。これでここにアイロンをかけてピュッピュッと、ちょっと今アイロンがないのでここ折り目がつかないんですけど、こうアイロンをかけていくとこんな風にバイアステープになって、バイアステープが作ることができます。まあいろんな幅があるので、こんだけ揃ってると多分これで全部じゃないかなと、種類は全部揃えたつもりなんですけど、こんだけあったらいろいろと楽しめます。次2段目はしつけ糸ですね。まあいろんなしつけ糸の保管方法はあるんですけど、私はだいたい輪になったものをチョキンと切ったら、最初と最後を三つ編みにして、あと何箇所か布を切ったものとか糸とかリボンとかで結んでおきます。そうすると結構これも最後の方になってきてるんですけども、最後までぐちゃぐちゃぐちゃってならずに使うことができます。糸を取る時にはこの一番上のところをシューって取ると取ることができます。それでそんなにぐちゃぐちゃとならずに保管もできます。次3段目はいろんなアタッチメントをポコッと出します。ミシンのいろいろなアタッチメントが入ってます。まあちょっとドライバーとかの工具と、あとアタッチメントはちょっと全部はアタッチメントは、全部は説明しないんですが、主に三つ巻きとか、これは段押さえ 1mm、1.6mm、5mm とか、ちょっといろんな 3mm とかいろんなアタッチメントがあるんですけど、重要なステッチの時にはこの段押さえのアタッチメントを変えながらよく使っています。あとコンシールファスナー押さえとか、あとこれは肩押さえ、一番下はチャコペーパー入ってます。チャコペーパーもいろんなタイプがあるので、両面だったり片面だったり、いろんな色も揃えて引き出しに入れるようにしています。あと紙やすりは、ミシンの板針穴のところがちょっと傷ついた時にこれでちょっとやすりで使ったりとか、あとはこれ前開きのファスナーの時なんかのこういうガードで使ったり、まっすぐな部分はこれ目が粗いものだと滑り止めに布の上に置くとこう滑り止めになるので、これをガードにして
伸びたら嫌なところを縫ったりとかするように使っています。だいたいこのような感じの、洋裁道具で皆さん洋裁教室で過ごしています。あとアイロン周りのものとかまた別にあるので、そういうのもまた説明していけたらなと思います。ご視聴ありがとうございました。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。